はい、どうもです。今回はですね、おすすめ SBC 作成選手紹介していきたいと思います。で、以前紹介した選手とかは、今回ちょっと省かしていただく場合もありますので、そこはご了承ください。早速見ていきます。はい、こちらの選手になります。アンジェリナですね。よく見ていきます。身長164の、CM、CDM、LM、キャムという風になっております。ペース84、パース85、ドリブル86ということで、作成してもいいけど、使わない可能性が高いかなっていう。あと、ケミな部分ですね。この10選手でスカート組んでる方はありかなと思いますけど、それ以外の方は無理して作成する必要はないのかなと思います。スパッサブとしてはね、使えることもないかなと思いますし、テクニカルプラ、鋭い的確なパス、インターセプトも持ってますので、そういった面で言うとありかなっていうところですね。はい。ただこの動画出てる時には多分もうこの選手いてないと思うんで、はい。と思います。こちらの選手もそうですね。で、この選手も、多分動画出した時にはギリギリいってるぐらいかな。はい。スキルの逆足4でペース88。シールドとファーストタッチって結構ありがたいんですけど、このままだけじゃ使えないかなってところですね。2位上がったとしてもちょっときついかなっていうところと、ケミをここに無理に合わしに行ってこれかって感じなんで、自分は作成しなくていいんじゃないかなと思っております。こちらのキャブ選手もそうですね。ドリブルめちゃくちゃ軽そうなんですけど、敵高鋭いパスってことで、その辺もいいんですけど、自分はスルーの予定をしております。はい。で、あとはですね、次、オーバードルフとなっております。こちらも、結局、組み合わせ、バイエルンでスタンウェイがめちゃくちゃ今強いんでありかもしれないんですけど、ブランチ、レジスタ、で、守備的な部分めっちゃ持ってて、ロブタツもあって、で、フィジカル97あって、普通に強さはあるんですけど、パス、ロブタツだけっていうところと、あと、容赦なしもないですし、ドリブルの部分もちょっと気になるかなと思うんで、自分は作成はしない予定です。はい。次、オーバーメアンですね。オーバーメアン相手にいて結構嫌な印象ありました。はい。スパサブでもありかなと思いますし、サウジということで、ペース93、シュート87、パス78。パスがちょっと下手ですけど、ドリブル部分ですね。体幹もフィジカル、積極性がめちゃくちゃ低いですけど、作成は全然ありかなっていうレベルですね。高精度もありますし、迅速華麗な身のこなしがあって、パワーシュート、白もあって、テントリア、プラプラ、アドバンス、フォワード、クロスないという風になってますので、作成は全然ありかなと思います。ただ自分は多分作成しないかな。持ってる選手との兼ね合いかなと思います。スカット入りそうだなとか、スパサブで使えそうだなという方は全然作成していいと思います。はい。次ですね。こちら、スキル5の選手となっております。逆足さんっていうところはちょっと気にはなりますけど、RM、RW となってて、ペース95、シュート84のパス81、ドリブル86という風になってます。体幹61ですね。スタミナ83。で、プレースタイルはこんな感じで、テクニカル、迅速、華麗な身のこなし、トリッカー、俊足プラとなっていて、役割インサイドフォワード、プラプラ、ウィンガー、インサイドフォワードという風になっております。これは作成してもいいかなっていうところですね。はい。ちょっと組み合わせむずいかもしれないですけど、ポルトガルっていうところでラファレオとも、左へ置いてしまえば合いますし、俊足プラっていうところもいいのとトリッカーを持ってて、問題あるとしたらシュート部分とかパス系が一個持ってないような国はなりますけど、彼の身のこなしであったりとか、迅速、テクニカル持ってるのも結構ありがたいかなと思いますし、ドリブルはやっぱ軽さを感じるかなっていうところと、その軽さによってですね、フィジカルが50とかです。75なんで、そこがどうかなっていうところぐらいかなと思います。はい。作成はありかなと思います。こちらですね。多分、もうこれはもう作ってるかなと思います。はい。全然作っていいレベルかなと思いますし、ジョッキインターセプターってテクニカルプラ、容赦なしもありますし、攻撃的ウィングバック、しかもサイドバックプラが持ってるのは結構ありがたいかなってところですね。で、バイエルン、フランスってことで、ケミも、そこまで合わせにくくないかなっていうところと、スタンウェイであったりとか、ムシアラが強い中で、全然ありかなと思います。はい。っていうところですかね。今来てる選手だと。はい。この辺に関しては、全然作成ありになってくるかなと思いますので、今までのアイコンですね。ベロンとかサニティとかに関しても、正直作成ありかなと思います。レンタル使ってみて、普通に強かったです。やっぱりレンタル使えるもの、アイコンとか特にレンタル使ってみてもらってですね、その辺で見てもらったらいいと思いますし、ちょっとリーク来てたアロンソですね。動画を撮る関係で、実は明日、っていうか、
出す予定で、この日アナウンス来てるけど、それを紹介できないかもしれないんですけど、やっぱアイコンケミスクイーンにはなりますので、その辺の作成は全然ありかなと思いますので、ぜひ作成してみてはどうかなと思います。ということで、以上になります。よければですね、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは、また。最後まで見ていただきありがとうございました。転売情報をですね、紹介最後にしたいと思います。FC25 の転売情報になります。こんな感じでですね、情報を出しております。今一応自分としてはサーバーを3つ持ってまして、いろいろあって3つになったんですけど、転売情報をメインにしている自分だけがほぼ投稿できる、サーバーと、もう一つは相談ですね。質問であったりとか、転売情報に対しての、質問系であったりとか、あと SBC アンケート、リーク情報であったりとか、こうやって YouTube の、自分の YouTube を載せてたりとか、あと雑談ですね。皆さんが、こんなこと困ってるとか、コントローラー設定であったりとか含めて、バグとかも含めてですね、情報をしたりとか、例えば X とかでいい情報であったりとか、プレイ面含めて、その辺の情報共有した方がいいなっていう部分があったら、ここに上げてるという感じになります。あとはですね、SBC アンケートとか質問も入れて、これ作るべきじゃないかっていう部分も、この辺で見たりとかもできるっていう風になっております。市場とかもそうですね、質問、皆さんから自分が上げた投稿に対してあったりとか、これいつ売りましょうとかいうのも含めて、この辺で相談できるようにしてるっていう感じになります。で、こういった感じでですね、サーバー、エボリューションおすすめだったりとか、これはもう490を特典にしてるやつなんですけど、スカット相談であったりとか、ゴール集解説おすすめ選手、あとコーチング動画に対しての、あれですね、ご希望であったりとか、あとはプレイ相談。で、ここにプレイ動画ということで、例えばこのシーン、どうやったら守ったらよかったですかとか、どうやって決めたらよかったですかとかいうのを相談できるような部分も作ってますので、こういった部分もできたりとか、あとはカスタムとかコード共有ですね。あとはフレマっていうのは、定期的にフレマ会やったりとかですね、そういうのもやったりもしてるっていう感じになっております。はい。メインはやはりこの転売情報のここの部分になると思うんで、金であったら特殊シルバーアイテムとかです。あとは過去情報とかも、こういう感じでブラックフライデーであったりとか、各作 TOTY の値段変動であったりとか、アップグレード系ですね。とかはもうここで全部履歴を残していくような形にしてて、FIFA22 からこのような形で情報を取っていってますので、ここに加工作を含めて情報が見れるっていう風になっております。あとは便利機能フットビンとか、フット GG とか含め、その辺のこの機能を使った方がいいよっていう部分であったりとか、成功案件とかですね。こことかはもう正直誰でも入っていただいて、ここを見るようにするのは一つありなんかなと思うんですけど、結構海外の方とかはこれをやってたりはするんですけど、はい。ここは有料会員の方にして、他に関しては全然無料でもいいのかなっていうのは正直思ったりはしている部分ではあるかなと思っております。はい。で、そうですね。メインがここになるので、もし興味ある方とかはですね、ぜひ入っていただいて、Twitch のサブスク、Twitch であれば Amazon プライム入ってる方は無料ですし、それ以外に関しては、Twitch の有料会員もしくは、YouTube のメンバーシップの有料会員に入っていただければ、こちらの方 Discord 招待しますので、よければ入っていただけたらと思います。だからDiscord の方でも、サブスクを作ることができるみたいなことも、聞いてますので、その辺もちょっと今後、取り入れていきながらですね、やっていきたいなとも思っているので、はい。そういった部分も含めてですね、ご質問とあれば、自分の X も含めて DM いただければと思いますので、ぜひお気軽にご連絡いただけたらと思います。で、最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。お疲れ様でした。